今回の産業まとめ。与党党首が大統領の政策批判。最低賃金の急激な引き上げ。ムン・ジェイン大統領は成果を強調。韓国の与党共に民主党のソン・ヨンギル代表は、所得主導成長は間違っていたことが明らかになったとムン・ジェイン大統領の政策を正面から批判しました。所得主導成長とは可処分所得の上昇が購買力を大幅に引き上げ、輸出大企業に過度に依存している経済構造を転換して内需経済を発展させるという理論です。長期間による経済成長の停滞が続く韓国の現実を打開する方法として、ムン・ジェイン政権の主要な経済政策に採用されました。ムン・ジェイン大統領は大統領選挙の公約として、2020年までに最低賃金1万ウォンを打ち出し、就任後はそれに向けて大幅な引き上げを行いました。2018年に 16.4%、2019年には 10.9% と、2年で 29% 以上の大幅な賃上げを行った結果、大きな副作用が起こったと分析されています。25日のソウル・プサン青年との懇談会でソン・ヨンギル代表は、最低賃金を初期に急激に引き上げたことが間違っているというのが明らかになった。自営業者が大きな打撃を受け、その結果雇用が失われる現象が発生したと所得主導成長はムン・ジェイン政権の失策だと批判しました。5月の初めに不動産政策の失敗を認めたムン・ジェイン大統領ですが、26日に行われた与野党5党代表との昼食懇談会では経済政策の転換要求を無視。ムン・ジェイン大統領自身は、就任4周年の特別演説で、所得主導の成長を推進したことが肯定的な結果を収めたと自画自賛しています。2018年の急激な賃金引き上げで雇用は最大で34万7000個失われたと試算され、中小零細企業の大半が雇用を縮小。従業員を雇用する自営業者は激減し、一人で働く自営業者が増加したことが分かっています。編集書簡。今回の概要。ソン・ヨンギルって何者？悲惨としか言えない所得主導成長の失敗。路線継承じゃ次は難しい。韓国は大統領選挙も控えていることもあり、ムン・ジェイン政権をどう評価すべきか、与党側でも意見が分かれているようです。そもそもこのソン・ヨンギル代表って何？というところから簡単に説明しておきましょう。彼はインチョン市選出の議員で、2010年にはインチョン市長も経験しています。市長としては今一つだったようで再選には失敗。その後の選挙で国会議員に返り咲きます。前代表であるイ・ナギョンが大統領選挙出馬のため党代表を辞任。5月2日に開かれた臨時党大会で代表に就任したばかりです。ムン・ジェイン大統領の脱原発に同意しながらも、原発工事再開の立場をとっていて、ムン・ジェイン大統領とは微妙な距離感があるようです。もともと学生運動や労働運動出身で、人権派弁護士として活躍していたという経歴はムン・ジェイン大統領と非常に似ています。ムン・ジェイン大統領の支持率が低下を続ける中で、与党内でも思い切った意見を言える人をということで代表に当選したのかもしれません。所得主導成長については、ムン・ジェイン大統領が何をもって良い結果を出していると言っているのか私にはさっぱりわかりません。最低賃金を引き上げることで低所得者層の生活が改善し、家計負債が軽減され、さらに消費が活性化するということでしたが、目論見通りではありません。日本の政治家たちも今回の韓国の失敗は注目する必要があると思います。急激な最低賃金引き上げは大きな副作用を引き起こします。日本共産党なんかはいつからか全国一律1500円なんて言い出しましたが、地域によっては2倍近くになりますよ。日本も韓国同様中小零細が非常に多いですから、そうした人たちの賃金負担が急激に 1.5 から2倍になれば何が起こるかは容易に想像できます。単純計算すれば所得もそれだけ増えるということですが、雇用が維持されなければ意味はありません。経営への負担は急激に増しますので、耐えられない中小零細企業や自営業は韓国のように廃業したり、雇用を減らすほかないでしょう。ほぼ全分野で値上げが行われ、消費者物価の急激な上昇を引き起こすことにもなります。よって賃金上昇は緩やかに行われるべきと私は考えています。前回の大統領選挙で左派は3年で1万ウォン、
中道や右派は5年で1万ウォンを主張しました。ムン・ジェイン政権下では2年で 29% 以上上昇した後は 2.9%、1.5% と過去最低レベルを2年間続けています。4年間の水準としてはパククネ政権と同じくらい。どうせ似たような結果になるなら緩やかだった方が中小零細への打撃は少なかったでしょうね。雇用への影響も。ムン・ジェイン大統領は雇用事業予算を増やして良質の雇用を多く生み出したとしているんだけど、50代60代の公共雇用が中心で、民間の製造業は低調。公共雇用だからコロナ禍の影響もきっとそれほど受けていないんでしょうね。良質といえば良質だけど、財政への負担がね。パククネ政権時と比較しているものがあって、それよりも50代60代以外の雇用率は全体的に下落。コロナ禍を考慮したとしても、少なくとも改善はしていないし、格差が史上最大になったという統計庁の発表もあって、肯定的な評価は難しいですね。所得主導成長の失敗は認めなかったけど、政府主導の雇用創出の限界は認めていて、民間と雇用創出を図るなんて4周年特別講演では話しています。この状況で民間に雇用創出をお願いしても現実的には難しいでしょうに。ちぐはぐ感は否めませんね。結局韓国の政治って中国と同じでスローガン型。体現相互しておいて現実が伴わず、任期中は路線変更できずに自己肯定を繰り返すパターン。これまでの悪い部分を漏れなく踏襲して、結局適切に路線変更できず、残りの1年をフェードアウトしていく感じですね。与党の大統領候補イ・ナギョンはおおむねムン・ジェイン政権の継承というか、特に目立った存在でもなく、これに危機感を募らせているのが新代表のソン・ヨンギルです。党代表を務めている間、これといった実績を上げたというわけでもなく、ただただムン・ジェイン大統領と与党の支持率喪失を経験しただけ。進歩系の代表ですとか、ムン・ジェイン政権継承じゃ難しいと思うんですよね。まあ、私が気にすることじゃないか。韓国ってすごく最低賃金上がってるんだね。いいなぁ。そうやって表面的に見ればね。私は当初からふざけてると思ってたけどね。賃金上げすぎてクビになった人が増えたってこと？端的にそういうことでもあるとも言えるね。ちょっと考え方が極端だったんだよ。世の中理論通りに行くほど単純じゃない。いっぱいクビになったってこと？それだけじゃなくて企業経営も苦しくなったよ。ほら、費用が増えたからね。私の会社も費用にはうるさいよ。人件費もそうだし、外注費なんかも。だから感染症対策で長期間ロックダウンすればいいみたいな考えと似てるんだよね。感染症学の理論としては正しいけど、他との関連を考えると正解ではないみたいな。そっか、最低賃金すごく上がったら嬉しいけど、会社が潰れたりクビになったら意味ないもんね。そう。それを実際に引き起こしてしまったよ。その受け皿として公共雇用を推進したんだけど、それって税金だからね。会社クビになって公共の仕事をするようになったってこと？わかりやすく言うとそういうこと。結果として国家財政への負担だけが増しちゃった。若年層への雇用も減っちゃったしね。それは困るね。若い人がホームレスになっちゃうじゃん。韓国は少子化もものすごい勢いで進んでいて、婚姻率や出生率の低下も大きな問題なんだよ。だよね。さすがに無職じゃ結婚できないよね。今は昔と違って一人が家族全部を支えるっていうモデルじゃないからね。一般的には。私も結婚したとしても仕事は続けたいな。家にずっと一人っていうのも寂しいしね。そうだよね。いざという時に経済力ないと大変だもんね。いざという時って離婚？ゆるりん離婚考えてるの？まだ結婚もしてないってば。もしもの話だよ。そっか。確かにそういう話もたまに聞くよ。暮らしていけないから離婚できないみたいな。さておき、ムン・ジェイン大統領は綺麗な絵を描いたんだけどね。それは当初から指摘が多くあった通り、否定的な結果になっちゃったよ。誰か注意すればよかったのにね。周りがイエスマンばかりだからこうなることを止められなかったんだよ。否定的な意見が表に出るまで4年もかかっちゃった。でもこういうのありがちだよね。政党政治の悪い側面だよ。
プレミア公開をこっそり覗いたんだけどね。男は野獣さん、嬉しいね。このコーナーをいつも応援してくれてて。リアルタイムで見てたんでしょ？二人の会話は面白いです、とか、楽しいです、とか言ってくれてるもんね。赤色のびっくりマーク2つがポイントだよ。嬉しくて面白くて笑っちゃった。いつもありがとうございます。頑張ります。そういう時は声かけてあげなよ。はーい。検討します。今日は土砂降りの雨だよ。テレワークだからありがたい。雨の日はね、会社に行っても気分が乗らないんだ。みんなまず家から出たくないでしょ。私も今日は引きこもりだよ。外出あったら憂鬱になるね。これは知っている人は知ってる、知らない人は知らない話なんだけどね。実は私ちょっぴり天然パーマがあるんだ。天然のパーコじゃないよ。癖毛があるってこと。天然パーコでもあるよね。違う。晴れた日はわからないんだけどね。雨の日は、前髪がくるくるってなっちゃうの。私それ全然わからないんだけど。多分他の人にはわからないんだよ。それで、ヘアアイロンで朝出かける前にちゃんとセットしても、会社に着くと前髪がくるくるってなってるから、もう、雨嫌いって思っちゃう。雨の日はちょっとうねったりとかもわっとしたりとかはあるけどね。イライラするほどではないかな。だから会社で使うためのヘアアイロン買ってロッカーに入れてあるんだけどね。会社着いてからまたヘアセットするのも面倒なんだよね。会社着いてからまたくるくるやってるの？そうだよ。だから雨の日は早めに出社してるよ。それで、雨の日は湿気が多いから、夕方くらいにはまたくるんってなったりするの。大変だね。人から見たらわからない程度だけど、お財布やスマホを持ってくるの忘れたのと同じような気分になるよ。癖毛っ子の人には分かってもらえると思うんだ。なんかそういうのってあるよね。他人は何とも思わないけど、自分の中ではすごい気になって無視できないようなこと。でもこれは周りの人には言ってない話だから。だから何？内緒。